皆様こんにちは、社畜ワンジです。今回の動画ではエブリィの鉱石窓に網戸を製作します。釣り車中泊仕様を作り始めてからすでに2年以上。これまで何度も車中泊をしていたのに今まで網戸をつけていませんでした。では蚊対策はどうしていたのか。私なりの虫対策と最後の切り札も紹介します。今回の動画では網戸の作り方は虫対策の一つでしかないので簡単な紹介とします。使ったのはセリアで買ったスライドドアウィンドウネットです。大きくて磁力の弱いマグネットが入っていたのでこれをダイソーの小さいマグネットに変えました。他はサイズが大きすぎたので切り詰めたり折り返して縫っただけです。設置は簡単です。ドアで挟まるようにマグネットで固定します。上が3箇所、前が2箇所、後ろが1箇所です。ドアを閉めれば3方向が固定されているのでずれたりはしません。風でめくれてしまうこともまずないでしょう。下は少し隙間空いてるんですけど多分大丈夫でしょう。ダメだった場合は改善します。続いて全席の窓の網戸を紹介します。これは市販品でそのまま使ってます。とても使いやすくて10年以上前から使ってますね。ハイエースのドアでも大丈夫なサイズです。市販品の使い方は映像の通り簡単です。なぜ今更網戸を作ったかを説明します。最近の2年は海釣りの車中泊ばかりでした。海沿いは常に風が吹いていて蚊がいないんです。蚊がいなければ網戸も不要です。ただ今後は山や河川敷でキャンプ車中泊を考えているため取り急ぎ作りました。続いてその他の虫対策を紹介します。私がおすすめする虫対策です。こういった蚊取り線香ですね。これについては特に説明もいらないと思います。それとあと虫除けベープ、これも特に説明いらないですね。でこれ、吊るすタイプの虫除け、これについては後ほどちょっとだけ補足します。で野外で稼働するときはこういう吊ら下げるタイプがおすすめです。ただこんなのを紹介しても誰も喜んでいただけないのでとっておきの方法を出します。こちらです。蚊のいなくなるスプレー、ワンプッシュタイプですね。ワンプッシュタイプはアース、緊張、これも緊張、蚊のいなくなるスプレー、これが一押しです。でこれをもうこの中に直接もう吹いてしまいます。釣りで使っているとどうしても出入りするときや荷物を出し入れするときに蚊が入ってしまいます。引きこもってずっと中にいられるんであれば蚊の侵入も防ぐことができるんですけども、どれだけ強力なネット等を使っても自分が出入りするとき、荷物を出し入れするときについてはどうしても蚊が侵入してしまいます。なので車から出るときにワンプッシュしていきます。こういうのですね。車から戻ってくれば薬剤が車内にくっついてますので仮に入られたとしても蚊は死んでしまう。後で刺されることはありません。で使う時の注意点なんですが、必ずカーテンは閉めた方がいいです。カーテンは全部閉めてサンシェードもしてください。この状態でプッシュです。これでもうカーテンに直接吹いちゃいます。こういう感じでですね。でこれでカーテンに止まった蚊が死にます。
なので大丈夫です。でカーテン必ず閉めてくださいと言った理由なんですが、これ唯一欠点があって、油膜が窓につきます。1回2回では大丈夫です。しばらく気づかないですね。だいたい、過去の経験から言っても3回4回5回ぐらいですかね、やるとなんか油膜ついてきたなって感じになります。購入するとき気をつけてください。これアースのマット、ダイソーで買いました。90回用で500円でした。ホームセンターに行くと200回用が800いくら、890円ぐらいで売ってました。ですので使用頻度が極端に少ない人はダイソーでいいかもしれないですけど、長く使いたい人はちょっと考えてみてください。こちらの吊るすタイプ、ここ見てください。ここ見えますかね。不快害虫用と書いてあります。見えますか。不快害虫用。ここ本製品は蚊を対象とした製品ではありませんと書いてあります。ですので虫除けにはなりますが、蚊除けには不十分です。完全にダメだとは言えないと思います。完全にダメではないとは思うんですけど、有効成分としてそこまで強くないということです。でこの時の有効成分なんですけど、ここに見てください。このトランスフルトリンという物質ですね。これが蚊にはさほど効かない物質になります。で気をつけなきゃいけないのはこちら見てください。ここトランスフルトリンです。主成分が蚊に効くって書いてあるんですけど、トランスフルトリンです。で蚊に効く効かないの違い何かというと、ここです。メトフルトリン、こちらはトランスフルトリン、こちらはメトフルトリンです。メトフルトリンというのはいわゆるピレスロイド系というものですね。これは蚊に効くというか、あらゆる虫に効果があります。ダニでもノミでもアブでもブヨでもあらゆる虫の殺虫成分となります。ですので購入する際はここを見た方がいいです。ピレスロイド系ですね。忘れちゃったらお店行ってこの不快害虫用を探せばいいと思います。不快害虫用の成分はトランスフルトリンです。私これ対応してるんで、もうすでにこれ3本目ぐらいかな。ずっとこれでやってます。これの裏技的な使い方として私がよくやってる方法なんですが、これを洋服につけてしまいます。部屋の玄関とか蚊が来てほしくない、蚊が来やすい場所ですね。蚊を防ぎたい場所で衣類を並べて広げて、表と裏それぞれワンプッシュずつして衣服につけてしまいます。帽子にもつけてしまいます。手袋も必要によってはつけてしまいます。で肌が露出してる部分についてはさすがにこれ人体に使わないでくださいってどっかに書いてあるんで、これ人に使ってはダメです。あくまで服に使ってください。で殺虫成分のこのペレスロイドは人体への影響がさほどないと言われてますので、アレルギー体質とかがなければ大丈夫です。ペットなんかも一応大丈夫となっております。で肌にはこういった普通の虫除けをつけておくと。衣服にワンプッシュ、肌にはお肌用をつけておけばまず刺されません。でこれは車中泊とか釣りとか以外でも、キャンプももちろんそうですし、庭の草刈りとか野外で活動するときは私はその方法を採用しているので、ほぼほぼ蚊に刺されません。でさらに究極の方法をこの後紹介します。私がたどり着いた最終手段はこれです。寝袋の上に何か広がっているのが見えますかね。
足元の方から吊っています。若い人は知らないかもですが、蚊帳です。ソロキャンプ用の小さいタイプです。このサイズだとベッドで寝るとき以外は効果ありません。先ほど紹介したワンプッシュタイプは効果が絶大なのですが、あまりに大量の蚊が入ると全滅するまでに時間がかかってしまいます。私は寝るときと食事のとき以外は基本的に釣りしていることが多いので、車に戻ってすぐに寝たいときもあるのです。車から出るときにワンプッシュしているので、出るときに入った蚊なら全滅してます。でも車に戻ったときに入られると物理的に防ぐ必要も出てきます。これは本当に最終手段で、相当蚊が多い場所以外は出番ないですね。私も過去に3回くらいしか使ってません。ただシーバス釣りに夢中になってた頃、とんでもない蚊の巣窟で車中泊した時は効果ありました。本日の報告は以上です。さて、ここからは余談です。皆さんは車中泊とかキャンプと虫の思い出ってどんなのがありますかね。私が一番強烈に記憶に残ってるのは牛アブです。あれは本当に痛いですね。蚊みたいに知らない間に刺されて血吸われることはないです。もうかじって血出すタイプなんで、痛いから噛まれた瞬間すぐ気づくんですけど、とにかく痛いですね。で、あれ不思議なことにブルーシート寄ってくるんですね。偶然なのかな。その時キャンプで海沿いでキャンプしてたんですけど、ブルーシートでタープ代わりしてたんですね。そしたらなんかやたら牛アブ寄ってきてですね、こう足とかいろんなとこ刺すじゃない噛むんですよね。あれが一番嫌な思い出ですね。皆さんの虫との思い出話もコメントに書いてくれたら嬉しいです。次回予告です。次回は車中泊キャンプで使う加熱調理器を作りたいです。ただ作りたいものが2種類あって、どっち作るかちょっと決めかねてます。カセットコンロの強化バージョンか、マルチに使える薪ストーブか、どちらもかなり凝った作りになりそうです。もし皆様の希望があれば書いていただければそちらを優先したいと思っております。この動画が皆様の工夫につながれば嬉しいです。それではまた次回、さようなら。